こんにちは、ロック204チャンネルです。今回はFreeCAD 1.0 基本的操作法第18回。ドラフトワークベンチの10回目をお送りします。内容は作業平面とビュー、そしてスナップ設定ツールについて解説していきます。最初に作業平面とビューについて説明します。左の図はいろいろな作図ツールを使用して作業平面にオブジェクトを配置したものです。この作図平面をいろいろな角度から見ることができますが、この視点を変えた眺めのことをビューと言います。右の図は作業平面を斜め上から見た図となります。これが斜め上よりのビュー、あるいは等角投影という表現を行います。次にビューとワーキングプレーン、つまり視点と作業平面について説明します。ビューの切り替えは、右上のサイコロを使用して見る方向を切り替えることができます。真ん中に表示された画面を 3D ビューと言います。この画面には、作業平面ワーキングプレーンが表示されています。ワーキングプレーンと座標軸の関係は、右下のマークで確認することができます。現在の作業平面は、ツールバーの真ん中にカレントワーキングプレーンボタンとして表示されています。またビューの切り替えは、左上のツールバーのビューの設定ボタンによって切り替えることができます。この切り替えはショートカット0より6によっても切り替えることができます。ワーキングプレーンの切り替えには、ツールバーの中央のカレントワーキングプレーンボタンを押すことによって、タスク画面にパネルを表示し、上面、前面、側面などの切り替えボタンを使用しても切り替えることが可能です。また、このパネルはメニューよりユーティリティより、平面を選択をクリックすることでも表示されます。今回は作業平面とビューについて説明していきます。最初に、ビューとワーキングプレーン作業平面の関係について説明します。この図は、現在の作業平面を上から見た図になります。ここで、サイコロツールを使用して、このように視点を変更します。これがビューという意味です。ここでホームボタンを押すと、斜めから見たビューに変更できます。そしてこの方眼紙の上に、図を描く平面のことをワーキングプレーン、作業平面と言います。こちらのビューの切り替えは、このアイコンよりも行うことができます。またショートカットとして0から6を押すことによっても変更できます。例えば、1を押して前面に切り替えてみましょう。すると、ビューが前面よりの視点表示となり、ここで0を押すと、斜めよりの表示となり、2で上面よりの表示になります。次に、オブジェクトの選択状態とビューの切り替えについて見ていきます。例えば、これを選んだ状態で、選択範囲フィットを押します。すると、選択されたオブジェクトが画面の中央に表示されます。次に、こちらのすべてにフィットボタンを押すと、作業平面内にあるすべてのオブジェクトが画面に表示されます。ここでホームボタンを押すと、斜め方向のビューとなりますが、このオブジェクトが選ばれた状態で、こちらの選択範囲に配置ボタンを押すと、このオブジェクトを方線と反対方向にビューを変更することができます。次に、作業平面の切り替えについて見ていきます。こちらのボタンをクリックすると、作業平面を選択するパネルが表示されます。この画面を使用して作業平面を切り替えることができます。今、上面を作業平面としていますが、例えば、前面のボタンを押してみましょう。すると、前面が作業平面になりましたが、ビューは上面からの視点となっていますので、作業平面を横から見た状態となっています。それでは、ビューを前面に変更してみましょう。このように、視点を前面に変更すると、方眼紙を正面に見た状態となります。ここで、この作業平面に作図を行ってみましょう。例えば、円をここに描きます。
ここで視点を切り替えてみます。上からのビューでは最初の3つの円が描かれた状態となります。それでは作業平面を自動的に切り替える操作について見ていきましょう。ここで作業平面切り替えボタンを押します。そしてタスクパネルより自動ボタンをクリックします。そして例えばビューを前面に移動します。この前面に作業平面を切り替えたい場合、こちらの作業平面切り替えボタンが自動になっているのを確認しクリックします。すると、作業平面が前面に切り替えられ方眼紙を正面から見た状態となります。それではこちらの作業平面に楕円を描いてみましょう。もう一度、作業平面を変更して作図をしてみます。今度は上面を作業平面に切り替えます。この状態で自動ボタンを押します。すると、このように作業平面を上面に変更することができました。次に、スナップ設定ツールとグリッドについて見ていきましょう。スナップツールの左側には、スナップロックと言われる鍵印のマークがあります。これを押すと、すべての種類のスナップツールの有効あるいは無効を切り替えることが可能となります。次にスナップエンドポイントについて説明します。このツールを使用すると、作図するオブジェクトを直線あるいは円弧の端点にスナップすることが可能となります。描かれたラインに対して、新たなラインをこの端点にスナップする例を見ていきましょう。スナップエンドポイントを選択し、ラインツールを使用して線を描いていきます。マウスを動かして目的のラインの端点に近づけると、スナップマークが表示されますので、ここでクリックします。すると3のようにラインは端点にスナップして描かれます。次に中点スナップについて説明します。このスナップは直線あるいは円弧の中点にスナップをして作図を行うツールです。この例では、すでに書かれた直線に対してラインを中点にスナップする例を示しています。最初に、中点スナップをクリックして、ラインツールを使用して描いていきます。すでに描かれた直線に、近づけると中点とスナップマークが表示されますので、ここでクリックすると、目的の中点にスナップされたラインを作成することができます。次にスナップセンターについて説明します。このスナップツールは、円あるいは円弧の中心点にスナップします。この例では、円の中心にスナップした直線を描く例を示しています。最初に円の外側よりラインツールで描いていきます。マウスを円の中心に近づけると、スナップマークと円の中心が強調された表示となりますので、ここでクリックします。すると右図のように、円の中心にスナップされたラインが完成します。次にスナップ角度ボタンについて説明します。このボタンを使用すると、円あるいは円弧の周上の30度あるいは45度の点にスナップして図形を描くことができます。ここでは、すでに描かれた円に向かってラインを引く例を示しています。最初にラインの視点を決め、円周上にマウスを近づけると30度あるいは45度の地点でスナップマークが表示されますので、ここでクリックすると目的の角度でスナップされたラインを作成することができます。ここでの角度は、円あるいは円弧の周上の角度であることに注意してください。次に交点スナップについて説明します。このスナップは、線が交わった位置にスナップを行う場合に使用します。ここでは、左の図のような交点がある図形に対して、ラインツールを使用してその交点にスナップさせる例を示しています。この交点に、ラインツールを使用して線を描いていきます。すでに作成された交点にマウスを近づけると、スナップマークが表示されますのでここでクリックを行います。すると右のように交点にスナップされたラインが完成します。次にスナッパーパーペンディキュアーについて説明します。このスナップは直線あるいは円弧に対して線が垂直に交わる位置にスナップを行います。このツールをクリックした後、サズのようにすでに描かれた直線に対して新しい直線をスナップしていきます。
新しいラインを既存のラインに近づけると、スナップマークが表示されますのでここでクリックします。すると右図のように、目的のラインと垂直にスナップされたラインが作成されます。次はスナップエクステンションです。このスナップは、直線の端点から延長した線上にスナップを行うものです。最初に、スナップエクステンションをクリックして、ラインツールを使用して描いていきます。すでに描かれたラインの延長線上にカーソルを近づけると、スナップマークが表示されますのでここで一旦クリックします。そして延長線上でマウスを動かし、希望する長さでスナップマークが表示されるようにマウス位置を調整してクリックを行います。すると右図のように直線の延長線にラインが完成します。次は平行スナップです。このツールを使用すると、直線作成時に既存の直線と平行となる位置にラインがスナップされます。最初に平行スナップをクリックします。そしてラインツールを使用して平行線を描いていきます。すでに描かれたラインに対して平行にマウスを動かしていき、希望となる長さの位置でマウスを動かすとスナップマークが表示されますのでここでクリックします。すると右図のように目的のラインと平行な直線を描くことができます。次はスナップニアーです。このツールはマウスカーソル位置から最も近いオブジェクトの接点にスナップを行う場合使用します。この例ではすでに描かれた直線上に円を描いていく方法を示しています。最初にスナップニアーをクリックして直線上に円描画ツールを使用して描いていきます。ラインにマウスを近づけるとスナップマークが表示されますのでここでクリックします。そして円の半径を広げクリックすると円が直線上に配置されます。次はスナップオルトです。このスナップは直線と平行な線0度または45度、90度で交わる線上にスナップを行います。この例ではすでに描かれた水平線に対して直線をスナップする例を示しています。最初にスナップオルトをクリックしてラインツールを使用し直線を描きます。交わるラインとの角度が0度あるいは45度、90度となった時スナップマークが表示されますので、目的の角度でクリックします。ここでは45度でクリックしています。すると右図のように、指定した45度で直線と交わるラインを描くことができました。グリッドにスナップボタンは、このマークをクリックすることによりグリッドのスナップをオン、オフを行うことができます。このツールがオフの場合は、左のようにグリッドに依存しない作図を行うことができます。また、このツールをオンにすると、右のようにグリッドにスナップされた作図となります。スナップディメンジョンは、寸法線の端点にスナップして作図するツールです。最初に、寸法線が描かれた図形を用意します。そしてスナップディメンジョンをクリックします。次にラインツールを使用して、この寸法線の端点にスナップしていきます。マウスを寸法線の端点に近づけると、スナップマークが表示されますのでここでクリックを行います。次にマウスを動かすと、寸法線でスナップされたラインが伸びていきますが、この時縦と横の距離が表示されます。希望とする位置までマウスを移動し、もう一度クリックすると寸法線の端点にスナップされたラインが完成します。最後にグリッドの表示の切り替えについて説明します。グリッド表示切り替えボタンを押すと、作業平面に方眼紙が表示されます。またオフの状態では方眼紙表示が消え、右図のような 3D ビューとなります。今回は、スナップ設定ツールとグリッドについて説明します。こちらのアイコンがスナップ設定ツールとグリッド関連のツールです。こちらがグリッド表示の切り替えボタンです。これを押すと、グリッドを表示非表示とすることができます。こちらがスナップツールです。これらのスナップツールを有効にするには、スナップロックをクリックします。すると、青色に変色します。例えば、スナップエンドポイントを使ってみましょう。ラインツールを使って線を引いていきます。カーソルを近づけると、このようにエンドポイントのマークが表示されます。そこでクリックすると、このラインの端点にラインを結びつけることができます。こちらの端点にもマウスを近づけると、
このようにエンドポイントマークが表示されますので、ここでクリックし線を引いていきます。次は中点スナップを行ってみましょう。今回もラインを引いていきます。こちらのライン上でカーソルを動かすと、中点スナップマークが表示されますので、ここでクリックすると、この線分の中点を選択したことになります。同様に、こちらの線分についてもマウスを移動し、中点を選択し、ラインを描きます。今度は、スナップセンターを行ってみましょう。この円の中心から線を引く場合、このツールを使ってみます。こちらをオフにして、スナップセンターをオンにします。すると、マウスをこの円の中に移動すると、円の中心にマーカーが表示されます。ここでクリックしてセンターを選択し、線を引いてやります。こちらの四角形についても同様に、センターを選択することができます。今回はセンターに円を描いてみましょう。このようにセンターを選んで四角形の中心より円を描くことができます。それでは、次にスナップ角度をやってみましょう。このツールは、円弧の周上の30度、45度ごとの点にスナップします。こちらの四角形は削除しておきます。そして、ラインツールを選択します。円周上で動かすと、このようにスナップマークが表示されます。この状態で90度でスナップしています。こちらで270度。こちらは0度。そして180度の円周上にスナップして線を引きます。45度のところにもスナップして線を引いてみましょう。次は交点スナップを行ってみます。そしてラインツールを選択し円周と重なる交点を作成します。こちらの円周とラインの交点にマウスを合わせると、交点スナップマークが表示されます。ここでクリックし、ラインを引きます。次はスナップパーペンディキュアを行ってみましょう。これは直角に線を引くためのスナップです。このラインに対して直角に線を引きます。このツールとラインツールを選択し描いていきましょう。ここをクリックしマウスをラインに近づけます。するとスナップマークが表示されますので、クリックすると直角の線を引くことができます。もう一度行ってみます。次は、延長線上に線を引くスナップエクステンションを行ってみます。ラインツールを選択します。そして、このラインの延長線上にマウスカーソルを移動すると、このようにスナップマークが表示されますので、ここでクリックし線を引きます。すると、この線の延長線上に線を引くことができました。もう一度、行ってみます。このラインの延長線上にマウスを近づけ、スナップマークが表示されたところでこのように線を描きます。次は、平行スナップを行ってみます。こちらの線に対して、平行線を引きます。ラインの支点をクリックし、線を伸ばした状態で、スナップマークが出たところでクリックします。すると、このように平行線を引くことができます。こちらのスナップスペシャルについては、今回は省略します。次に、スナップニアを行ってみましょう。これは、マウスカーソル位置から最も近いオブジェクトの最近接点にスナップします。例えば、この線上に円を描いていきます。
このようにマウスを近づけるとスナップマークが表示されますので、ここでクリックし、円を描きます。すると、このように線の中心がライン上に配置されます。次は、スナップオルトを行ってみます。これは直線と平行線、0度または45度、90度で交わる線上にスナップします。この水平線に対して90度の線を引くことができます。同様に、45度の線もこのようにスナップマークをガイドに引くことができます。最後に0度の線も引いてみましょう。こちらはグリッドへのスナップボタンです。グリッドが表示されている場合は、このスナップを使用することができます。LINE ツールで確認してみましょう。このようにグリッドマークが表示された時にクリックして線を描きます。するとこのようにグリッドにスナップした図形を描くことができます。このグリッドへスナップツールを無効にすると、このように、グリップに依存しない図形を描くことができます。こちらのスナップワーキングプレインは、作業平面外の座標を選択した場合に、選択点が作業平面上に乗るように移動させるツールです。最後に、スナップディメンジョンズを使用してみましょう。このような寸法オブジェクトがある場合、この端点にスナップして線を描く場合に使用します。このスナップツールをオンにして、線を描きます。寸法の端点をクリックしマウスを動かすと、このように端点からの距離を表示し線を描くことができます。